どうもベルです。今回は、ドゥームステイのヒーローの各陛下別のおすすめの組み合わせについてやっていこうかなと思います。先日の動画で、ヒーローの組み合わせの基礎については、ご紹介させていただいたので、今回は具体的に、どういう組み合わせが強いのかということで、ご紹介させていただこうと思うんですけども、前回の動画をご視聴いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、まだ前回の動画をご視聴いただいてない方は、概要欄のリンクよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まずは歩兵からやっていきたいんですが、歩兵といえば、今、メインとなっているのが、アダットと宮本ですね。アダット宮本部隊ということで、どちらも高火力かつ高い移動速度を持ったヒーローということで、めちゃめちゃ猛威を振るってます。まず、歩兵で1部隊を組むとしたら、この組み合わせが多いですね。で、基本はこの組み合わせで OK です。で、この2人で組み合わせる場合は、才能も同じで、レイジスキルに、攻撃系のバフがあるわけではないので、リーダーはどちらでも大丈夫です。そして、2部隊目なんですけども、歩兵の中で強いヒーローと名高いサンダー。彼を使いたくなる気持ちわかるんですけども、彼はあくまで硬さが魅力で、火力は全然ないんですよ。野戦では相手にダメージを与えられなかったら話にならないので、サンダーはあまりおすすめできません。なので、私は歩兵部隊は現状無理して2部隊以上作る必要はないと思ってます。ただ、歩兵自体は兵科としてのステータスが最も優れている兵科なので、2部隊以上作るのも全然ありなんですよね。そんな2部隊目におすすめしたいのが、トムと、ビアンカのバフ部隊です。トムで火ダメージ減少バフと硬さを確保していって、ビアンカでバフをかけていくイメージですね。ただ、硬いだけじゃ意味ないんですけど、硬いことでちゃんとバフをかけていけるなら、十分に意味があるので。で、これが野戦の例外で、野戦では火力、そして移動速度が重要なんですけども、バフ部隊の場合には硬さが優先されることがあります。バフ部隊って、あくまでバフをかけるための部隊なので、火力よりも攻撃された時の損失を減らしたり、攻撃された時の時間稼ぎを重視したいので、バフ部隊の場合は、そのような選択も十分にありなのかなと思います。なので、歩兵は、基本は、アダット宮本部隊。そして、2部隊目を組む場合は、トム・ビアンカで組んでいただくのが良いのかなと思います。ただ、結構ここってバリエーションあって、今、強い人は、あえて、アダット宮本部隊を崩して、
アダットとビアンカ、宮本と、トムみたいな形に、してるケースがあります。これなぜかというと、これはもうスキル才能を活かすためなんですよね。本当スキル才能がないと、正直火力部隊としては、運用できないので、火力部隊として運用するために、アダット宮本部隊を崩してるケースもあります。ただ、正直、あまりおすすめできなくて、兵装とかがめちゃめちゃ強くて、ヒーローで上がる攻撃などのステータスがなくても、戦えるならいいんですけども、どうしても崩すと移動速度落ちちゃいますし、攻撃とかも中途半端になっちゃうので、もう基本はもうアダット宮本で組んでいただくのが良いのかなと思います。ただ、火力部隊や移動速度部隊はもう十分という場合には、宮本を育成せずに、アダットとビアンカで組んでいくのも全然ありです。でなぜかというと、アダットってスキル才能を持っているので、ビアンカのバフをたくさん負けてかつ、アダット自体も覚醒させると、非スキルダメージ減少バフをかけることができるようになるので、バフ部隊として、さらに活躍を見込んでいけるのかなと思います。ただ、アダット宮本部隊というのは、ポイント稼ぎにも有用だったり、歩兵という兵科の耐久力も相まって、ちょっと操作ミスしても致命的にはなりづらいので、まずはアダット宮本部隊を完成させていただくのが良いのかなと思います。では次に、騎兵なんですけども、今、騎兵って強いヒーローが、ベラ、エレナ、そして知らぬい、最後にスレン。この4人なんですよね。キャサリンも弱くはないんですけども、正直、この4人と比べると、だいぶ見劣りしてしまいます。なので、この4人で組み合わせていくんですけども、ここの組み合わせ、めちゃめちゃ難しいです。まずは、一番オーソドックスなパターンからお伝えしていきたいんですけども、スキル才能を持っているのが、ベラとエレナなので、ベラとエレナをリーダーにしていきます。そして、ベラが初期獲得レイジを持っているのもあって、ベラがだいたい一番最初にレイジスキルを打てますので、スベンと組み合わせて、スベンの移動速度アップ効果を発動させて、ほぼ確実に追撃しきれる状態にする。で、そして、残りのエレナと知らぬいは、エレナをリーダーにしていただいて、高い火力と、常に高い移動速度を持った部隊として、運用していくのが、まず基本形になります。ただ、常にこの構成が正しいのかと言われると、そうではありません。あくまで騎兵部隊って移動速度がやっぱり強みなんですよね。なので、5部隊出さずに騎兵部隊1部隊、もしくは2部隊だけでタイルキルなどで、諸島やアイランドでポイント稼ぎを行う場合もあります。
で、私はよく移動速度特化部隊という表現をしてるんですけども、この部隊の場合に必要なのって、スキル才能よりも野戦才能なんですよね。こちらの野戦才能を振ることで、めちゃめちゃ移動速度が上がっていって、撤退するときも瞬速になるので、もう常に有利な状況でのみ戦うことができるようになります。で、そして、追撃なども行いやすいので、戦果を拡大しやすいです。で、この野戦才能を持ってるヒーローが、現状のレジェンドヒーローだと、知らぬいとシンシアのみなので、この二人をリーダーで使っていくことになります。ただ、無理に知らぬいとシンシアで二部隊作る必要はなくて、結局、移動速度だけ上げても、火力や耐久力がなければ、むしろ美味しくないということも全然ありますし、移動速度が速い。すなわち、部隊が撤退した後の再展開も早いので、私は今のところ、ポイント稼ぎするときも1部隊のみでやってますし、正直それで十分なのかなと思ってます。じゃあそれを踏まえて、どのような構成にするべきかというところなんですけども、私がおすすめしたいのは、知らぬいベラ構成です。まずは、リーダーを知らぬいにするか、シンシアにするか問題なんですけども、これはもう、知らぬい一択です。知らぬいとシンシアだと、もう火力にとんでもないほどの差があります。移動速度や相手にかけることのできる移動速度デバフの質。そして、複数部隊と戦った時の強さも、範囲攻撃を持ってる知らぬいが、もう圧倒的に上回ってますので、知らぬいを最初の移動速度特化部隊としていただくのが良いのかなと思います。そして、アシスタントでベラを選んだ理由なんですけども、ベラ、エレナ、スベンで比較したときに、今のベラとエレナが頭一つ抜けた性能をしているので、ベラとエレナ、どちらを採用するべきかという比較を行うんですけども、ベラを選ぶ決定打となったのが、ベラが戦闘開始時にレイジ獲得スキルを持っていることです。これがあるおかげで、相手に早く一発目のレイジスキルを当てることができるんですよ。どうしても相手を追撃してる時とかって、相手がタイル経由をして、レイジスキルが溜まりきる前に、一度タゲを切られてしまったりするんですけども、ベラの初期獲得レイジがあるおかげで、タゲを切られる前に相手にレイジスキルを与えることができるので。そして、相手に一回レイジスキルを当てることができれば、知らぬいの移動速度デバフを相手にかけることができて。で、その結果、相手がどんどん逃げられなくなっていくので、この知らぬいベラ構成というのは、非常に理にかなっていて、優秀なのかなと思います。で、人によっては、この知らぬいベラ部隊。
そして、紳士やエレナ部隊。そして、歩兵のアラット宮本部隊。これらを加えた3部隊で、移動速度特化の野戦をする場合もあるんですけども、結局、大規模な集団戦だったら、ちゃんと騎兵も、スキル才能を持ったヒーローをリーダーにして、火力を上げていった方が強いですし、タイルキルを狙いに行くときとかも、何部隊も連れて行って、結局、自分より足が速くて、なおかつ強い人がいたら、追いつかれて殲滅されちゃうので。ただ、これは、戦闘慣れした強い人がやると、めちゃめちゃ強力な戦術で、相手をうまく引き込んだり、適切な追撃を行うと、大量に敵を殲滅することができます。ただ、これってあくまで、ほぼすべての相手から追いつかれなくて、かつ、移動速度特化部隊であっても、普通の人の火力部隊より全然強いからこそ成り立つものなので、無理に2部隊3部隊と組む必要は正直ないのかなと思ってます。なので、結論としては、ポイント稼ぎをする際には、アダット宮本部隊か、知らぬいベラ部隊。そして、集団戦をするときは、ベラスベン部隊。そして、エレナ知らぬい部隊で、火力を確保していただくのが良いのかなと思います。ただ、兵装の付け替えを忘れちゃうと、かなり致命的なことになってしまいますので、そこはかなり注意して戦っていただくのが良いのかなと思います。では最後に、射撃部隊についてなんですけども、現在の射撃ヒーローで有力なヒーローは、ジュリア、ルイ、チュン、ジェイコブ。この4名ですね。ただ、この射撃ヒーローの組み合わせに入る前に、まず話しておかなければならないことがあって、それは何かというと、この射撃部隊という兵科の特性です。射撃は、火力はピカイチなんですけども、耐久力が非常に低くて、移動速度もめちゃめちゃ遅いです。なので、移動速度を上げていって、ちゃんと逃げれるようにする。で、もしくは、逃げ遅れることを前提として、逃げ遅れて、しんがりを務めることになっても、範囲攻撃などで、相手にある程度、損害を与えられるようにする。このどちらかの考え方が必要不可欠です。そして、最初にお伝えした強力な射撃ヒーローの中で、移動速度アップを持ってるのが、チュンのみなんですよね。一応、中野さんも移動速度アップ持ってるんですけど、正直、最初にお伝えした4名と比べて、めちゃめちゃ差があるので、なかなか採用するのは厳しいのかなと思ってます。じゃあ、この4名をどう組んでいくかなんですけども、私は、チュンとルイ、そして、ジュリア・ジェイコブで組んでいくのをお勧めしています。で、まず、チュンとルイ。この部隊は、チュンが移動速度アップを持っているので、
小回りの利く超高火力な範囲攻撃部隊として大活躍を見込んでいくことができますし、実際私もめちゃめちゃ重宝しています。で、そして残ったジュリア・ジェイコブ部隊なんですけども、結局、ジュリアがもう単体でめちゃめちゃ強い上に、ジェイコブもちゃんと範囲火力持ってるので、相手に多くのダメージを与えることができます。ただこれは実際に使ってみての感想なんですけども、やっぱり移動速度アップを持ってないので、逃げ遅れちゃうことがかなり多いんですよね。押し引きがある場合だと、なかなか押してる時に追撃に参加できないこともぶっちゃけあるので、そこがかなりネックになってしまっているのかなと思います。もちろん強い部隊ではあるんですけども、今無理に育てていく必要はないのかなと思ってます。また、ジュリア・ルイという選択も非常に優秀なんですけども、結局この部隊も移動速度がネックで、移動速度を並走などでカバーしていけるのであれば、ジュリア・ルイで組んだ時のレイジスキルの回転速度はもうえげつないので、非常にありな構成なのかなと思います。今後、火力と移動速度を兼ね備えた射撃ヒーローが来たら、射撃部隊がもう今以上に猛威を振るうことになると思いますので、とりあえず、今は無理せず、チュンとルイとジュリア。射撃部隊では、この3名のうち2人を用いて、1部隊を組んでいくのが、まず基本になってくるのかなと思います。はい、こちらで、おすすめヒーローの組み合わせについての解説は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？ラリーヒーローや駐屯ヒーローについては、また別の話になりますので、別の動画で、解説しておりまして、概要欄にリンクを、貼っておりますので、ご興味のある方いらっしゃいましたら、そちらのリンクより、ご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、今回の動画はこのあたりで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。